こんにちは、鏡ロックです。いつもうちの古着の紹介をメインで、たまには新しいものもいいかなと思いまして、今シーズンのコムデ・ギャルソンの2022年秋冬物の私物なんですけど、紹介していきたいかなと思います。まず自分の着てる服なんですけど、下のスカート、これがコムデ・ギャルソンの2022年秋冬の今シーズンなんですけど、これ上に着てる服はちょっとマルタン・マルメラの以前に自分 YouTube で一回紹介した白いカーディガンなんですけど、すごいこれ小さいニットだったんですけど、伸ばしました。ギューギューと洗濯して、でセーターみたいなのを後ろ前に着て、でこっちが白なので、コムデ・ギャルソンの今季これ黒なんですけど、本当は黒いスカートなんですけど、裏返して白で着てみました。ケイ・ニオミヤ・ノワールのワンピースから紹介しているのかなと思います。ちょっとブルブル巻きのワンピースというか、前はここしかないんで、であとベルトになってるんでハーキみたいな感じなんですけど、これすごい可愛いです。可愛いけどちょっと重たい&着るの大変。ベルトがすごいいっぱいついてて、こことどこみたいな感じで分かんなくなっちゃうんですけど、これちゃんと番号振ってあるんですよ。例えばこれ7番だと、こっち側行くとここに7となってるので、これとこれをつなぎ合わせるとまず固定される。でここ今止めてあるんですけど、8番っていう感じでぐっと下まで。あと私はお得意の後ろ前にして、後ろを開いた状態にしてきても可愛いです。これはコレクションで見た時から欲しくて購入しました。次は同じシリーズのノワールのベルトのパンツ、これもパーツなんですけど、パンツの上に重ねてベルトぐるぐるっと巻いて固定させていくパンツのパーツなんですけど、これ私違う YouTube で履いてますので、こちらよかったら参考に見てみてください。この2つはもう絶対どうしても欲しくて、立ち上がる前に欲しいっていうので購入させていただきました。次がコムデ・ギャルソン。これはもうほんと立ち上がりで、もういかにもファンキーな形のワンピース。これも本当すごく使える、軽いですし着心地が良くて、着てて楽だし可愛いので、これはもうかなり使ってます。この形すごいいかにもファンキーですね。特にこの裾に次がちょっとこれをもっと、このスカートをもっとすごいボリュームにした今シーズンの代表的な素材だと思うんですけど、圧縮テープフィールドなんですよね。でできてて、すごいちょっと硬くて重たいので、多分硬くて重たくないとこの形を維持できないと思うので、この素材だと思うんですけど、スカートボリュームスカートで、これを履いても本当に形がこう中にチュールとか履かなくても全然ボリュームのある形を維持できるので、これはすごい可愛いんですよね。ちょっと着るまでに重くて大変だったりするんですけど、結構下に置くと立っちゃうぐらいの張りのある生地です。よく見るといろんなラメが入ってたり、
コンビニエンソンで、次すごいシンプル。これ人気の形で、タックワイドパンツの、ちょっとバルーン型のパンツなんですけど、フレッシュとかでワンシーズンじゃないのに大好きで、すごい人気。みんな結構買ってたと思うんですけど、で、これがコンビニエンソンで、今回出てきて、ウエストボックですごく安くて、結構大きいリップシルエットのニットなんですけど、してラフになんかこうしたら、ちょっと今日は動くぞみたいな時に結構入ってたんです。次はこのままなんですけど、ナビゲートプリウスの帽子ハットで、プリウス今回これだけ購入させていただいたんですけど、私は本当にすごいシンプルな形のかぶりやすいのを皆さん、これはすごい長い、ここが長い、かぶってるな、すごいなと思って見てるんですけど、私はこれが、なんか、いつでも使えるかなっていう感じで、これにしました。次は、フーデギャルソンシャツのフード、なんか、これもパーツだと思うんですけど、ここにマジックテープがついてて、これを、こう、首のところ、肩のところに乗せて、フードでここを留める。留めて出来上がる。もう飾る。次はバッグを2点ほど。こちらはコムデ・ギャルソンの定番のよくフリースとかで本とかで出してるんですけど、それのコムデ・ギャルソンのサイズの一番小さいやつで、前からちょっと欲しくて今期購入しました。で、ここは馬柄みたいですで、ネットで見たんですけど、ですごく小さくて、私は大きいバッグ持ってるんですけど、そっちよりすごい使いやすいです。でこちらの方がなんかちょっとおしゃれっぽいというか、可愛いないですか？気に入ってます。2つ目、少し前に購入したものなんですけど、毎年コムデ・ギャルソン恒例のホリデー企画でクリスマス限定品で、今回は東京さんとコムデ・ギャルソンのコラボのバッグ4種類ぐらいできたみたいなんですけど、私はこのニュースペーパーバッグ、ちょっとすごい使いやすそうなこのバッグを購入させていただきました。これすごく可愛くて斜めがけ、こんな感じでちょっと体にフィットして使いやすいかなっていう感じで可愛いかなって。なんかすごく人気で、期間がホリデー企画の期間が1週間から10日ぐらいは普通あるんですけど、なんか2日でこのコラボは完売しちゃったみたいです。人気なものです。買えたのでよかったです。次はコムデ・ギャルソンガールの買ってみちゃったんですけど、今回は高橋誠さんの前回のコムデ・ギャルソンのすっごい人気で、8年のコートとワンピース購入したんですけど、今回はスカートを買ってみました。ちょっと可愛すぎるかなとか思ったんですけど、ガールだし、でもなんかちょっとベリヤードに使ってちょっと裾の方出してみたり、あとちょっとブラックなコーデの中にちょっと使ってだけこの色を取り入れてみたりとか、いろいろ面白そうだなと思ってスカート購入してみました。またガールの高橋誠さん好きなんで、ワンピースのこれはもう軽くてすごくちょっと可愛すぎるのかなって一瞬思ったんですけど、この上にカーディガンとかちょっと
はたまに買うんですけど、オブジェのカーディガン、これすっごい良かったです。私はネイビー、黒のカーディガンって何回も持ってるんですけど、このちょっと綺麗な、ちょっと明るめのネイビー、これ形もちょっと足目な形で、素材もよく、ちゃんとウール100で、ちょっと薄くて軽いんですよ。で、肌触りもすごく良くて、これは本当にわざと大きいサイズ買いました。私 M サイズ。本当に可愛いです。次はジュニアさん。ジュニアさんはこういうちょっとロックっぽいものは結構好きで、先々シーズンにロックのストーンズとかヤフーとかピストルとかいろいろなものたくさん出した時になんかハマって買っちゃったんですけど、今回はこの1枚スコーピオンズの最初去年で出てたストーンズのデザインのもの、同じ形で真っ黒でスコーピオンズの買おうかなと思ってますけど、もうちょっとシンプルなものにしました今回。でもこれすごい使います。中にみんなちょっとこういうハイネックの長袖着ちゃえば今の時期も着られますし、すごく大きくて可愛い。次MA1 系のシリーズ、先シーズンちょっとそういう系をいっぱい購入したんで、今回はシンプルなんですけどすごく大きいサイズ、作りも大きくてプラスL サイズを購入させていただいて、でこれすごく可愛いんですけど、ちょっと着てみていいですか。もうこの自圧のニットの上でも着られちゃうっていう、可愛くないですか。あったかいしなんですけど、これ私の担当の方にこれすっごい可愛い着方があるんだよって教えてもらって、それがいやほんと可愛いんですけど、この上下を逆にして袖を入れてやるとならではな感じなんですけど、こうやって着るんです。すっごい可愛くないですか。どうですか。可愛い最後なんですけど、ジュニア渡辺さんのナイロンのその MA1 とかのシリーズに出てたコレクションですごい目立ってたコレクションではカーキを使ってたんですけど、私はそのコートの黒を購入しました。でもすごい袖とかもすごいバルーンで、これ多分女子がめちゃくちゃ好きなやつですね。このすごいボリュームの布をここで縮めてあるんですけど、袖のところすごいです。こんなに大きいです。こちら後で着てみます。